こんにちは。こんにちは。本日はシュガーケーン企画統括の福富さん、よろしくお願いします。シュガーケーン福富です。よろしくお願いします。前回登場していただいた大発表、すごい反響で、いろんな方から僕のところに電話かかってきちゃうぐらいで、ありがたいです。という流れで今回は何でしょうか。SCSG の第2弾が、第1弾と同様にヴィンテージデニム研究家の脇谷さんのコレクションから、1942モデルと1945モデルの復刻をやるんですけれども、前回ちょっと駆け足で紹介しちゃったので、今回は1942モデルについてちょっと掘り下げたいと思います。1942パンツですよね。で今日も1942モデルのデッドストックを用意しているので、いつものあれですね。お願いします。お願いします。ではお宝が来ましたね。またもうあまり喋んないようにしないといけないんで、こちらが1942モデルになります。で、最大の特徴というのが1942年の4月から8月までのわずか4ヶ月間でしか生産されてないという。前回世界で日本だけデッドストックが存在するっていうふうにお話ししたんですけれども、そのうちのこちらが初めて世界で1942モデルっていうのが認知された1本目のモデルになります。でその4ヶ月間の違いっていうのが、1942年の4月にまず銅のパーツが使えなくなるんですね。それで、この矢印にあるところのコンシールリベットが今まで銅だったものが鉄になってしまったので、このカパーリベットっていう表記がポケットリベットっていうふうに変わってるんです。このフラッシュの大きい文字のところですね。で次に1942年の8月に今度デザインに規制が入りまして、こういったバックストラップですとか、あとリベットの数も省略されて、またリベット、あとコインポケットのリベットなんかも省略されてしまいます。なのでそのわずか4ヶ月の間のモデルっていうのがこの1942モデル。もうすごい貴重なところなわけですね。その期間が短くて。で、1942モデルっていうカテゴライズが、割と最近なんですね。そんなに古くない。カテゴリーとして存在してなかった、言われてなかったっていうことですね。なので今回うちで持ってる1937モデルと1941モデルっていうこれの前のモデルっていうのも用意してますので、それと並べて説明するとより分かりやすいと思いますので、ちょっとそちらも用意したいと思います。まず1937モデルから、こちらですね。1937、当然1937年ということですね、これがね。続いて1941モデル、1年前のモデル、42の1年前のモデル、どれもこれはヴィンテージなわけですよね。そうですね。この2つは、僕が昔アメリカで買ったもので、もう今履けないサイズ、ウエストちょっと大きくなってちょっと細めのサイズなんですね。ただ今まで過去にデザインソースとしては何度か登場しているものになります。ここからシュガーケーンのアイテムは生まれてるわけですね、これをベースにね。でまず松島さんの前の37年モデル、こちらね。これが、隠しリベットが初めて搭載されたモデルですね。それ以前っていうのはこういった感じで、ポケットをつけてから外にリベットが打たれている、むき出しになってたわけですね、リベットが。このモデルから初めてこの隠してっていうモデルになります。内側から見るとリベットが存在してるよと。でこちらの1941モデルは、もう長い歴史の中でこのモデルだけなんですけども、このヨークの部分の巻き縫いが逆方向にですね。この部分が逆方向と言いますと、ヨークの方が高くこう上からこう巻いてあると、普通は下が上になってると。
あとこの時期に、ポケットの付け方も変わったんですけども、工程がいろいろ変わったみたいで、はい、こちらは右のお尻が、の方が縫い目が高いんですけど、こちらは左の方が高く。真ん中のところですね。はい。だから巻き縫いがすべてここは逆になった感じです。はははは。はい。これはなかなかプロ目線じゃないと気づかないポイントですよ。で、こちらのモデルと同様にまたリベットとかはついてるモデルになりますね。あ、ここですね。はいはいはい。で、ベルト付けのステッチもさっきのこの巻きの高さと一緒で、なぜかこの時期だけ黒かったり。あ、このウエストバンドというか、ここですね。あ、縫製紙が本当だ、黒い。こっちはオレンジですね。はい。オレンジが通常なんですけども。はい、そうですね。で、こちらの次のモデルっていうのがこの1942モデル。1941がそういう意味ではちょっと異端だったという感じなんですか？そうなんですよ。その時期ちょうど需要も増えたりっていうので、いろいろこう生産効率の一環として、こういった向きが変わったりとか、いろいろ試してたんだと思います。はいはいはい。で、対戦に入りまして、まず生地が一番変わります。1941から1942でどう変わってるんですかこれ？厚みがまず違ってざらつきのある。なんかこう僕らの分かりやすさでいうと音数が違うとかそういうのもあるんですか？打ち込み本数って縦糸横糸の本数が若干増えてますので、本数が13オンスぐらいから 14.25 オンス。あ、そんなに変わってるんですね。でその変わった理由っていうのが、まず一つ糸質が変わったっていうところにあると思うんです。生地を織るための糸の質っていうことですか？糸っていうかもうさらに遡って綿が変わってる。でもう対線もっと奥に入ると余計に荒々しくより荒々しくなるんですけども、その入り口で若干繊維が短いものを綿の繊維ですね。よりの回数を増やしたり打ち込みの本数を増やしたりすることで、生地の強度を保つ。そういうこと。単純に生地が厚くなるっていうことは、なんか生地のクオリティが上がってるように感じちゃったんですけど、必ずしもそうではないと。ではないですね。綿の繊維が繊維が短くなることによって、全然糸が変わってきて厚みが増してくる。よりを加えないと糸が丈夫じゃなくなってしまうので。そういうことなんですね。だからこんな厚い生地というか、になっていったと。それが 14.25 オンスですか？25オンスの秘密なわけですね。勉強になりますそれは。続いてパーツなんですけれども、まずバックシンチがこちらですね。先ほど言った現存するデッドストックで2本しかない、その2本の共通でこの黒バックルが使われてます。2本ともバックルが黒だったっていうことは、おそらく全部黒だったろうという。もう1942モデルといえば黒バックルと、ここも8月までのディティールなので残ってるんですが、41年8月ですね。またリベットもこちらにまだなので、対戦モデルというともう本当にそぎ落とされたものが多くて、コインポケットのこういうリベットなんかも省略されてしまうんですけども、この42まではまだちゃんと残ってるわけですね、これが。こことここの部分ですね。でこちらのリベットが他の銅リベットと違って鉄しか使えなくなって、鉄の材料で作ったリベットなので、先ほども言ったんですけどもカパーリベットというところがポケットリベットっていうフラッシャーの表記ですね。他はそのままカッパーリベットは使ってるんです。あそこだけが鉄リベットに変わったんでっていうことですね。そうです。でストックがあればまだ使ってもよかったんですけども、で対戦中期に入ってくると、今度リベットも
全部鉄になっちゃいます。他のポケットのリベットも全部鉄になっていくと、省略されるところはされていくと。なので対戦機のモデルで、こういった部分も省略されてない。またリベットなんかもちゃんとあって、コインポケットのリベットもちゃんと残ってて、ただ生地はもう厚くなり始めて、その荒々しい生地になり始めて。さっき1941を説明していただいた時に、巻きの方向、ヨークの部分の巻きの方向逆だって言ってたの、やっぱこれその前に戻ってるんです。今すごい分かりやすいですね。このヨークの向きがもう一度戻ります。ただお尻の向きは、お尻の巻きの向きはこのままでいって、この42のこの巻きの向きでその後ずっと続いていく。そうかそうか、巻き縫いの部分はじゃあもうここが一旦、落ち着いたところになるわけですね。これでもう落ち着いた形になりますね。こういうことなんですね。1942モデル、確かにカテゴリーをこう分けるのは難しいところでしたね。本当にそれこそこのフラッシャーがなければわからない、気づかないかもしれないとですね。そういった貴重なモデルをもとに今回は復刻してます。でこちらが、今回、作ってる CSC の1942モデルの前期モデルのパンツですね。もう完成してきてるわけですね。いや、まだセカンドサンプルなんで、まだこれから詰めるところはあるんですけども。まだここから変わるんですか。展示会サンプルよりは若干マイナーチェンジはして、アップデートされていってるわけですね。まず気になるせっところかくなんでちょっと生地を触っていただいて、結構ザラザラとザラザラしてこうごっついっていう印象があるんですけれども、1インチあたりでの打ち込み本数が縦糸と横糸ほんと 1,2 本ずつぐらいしか増えてないんですけども、その打ち込みの本数が増えたことと、あとその糸質が若干厚くなったっていうところで、これだけの違いが出てきましたね。対戦モデルっていうのが、これ対戦初期ですよね。そこからどんどん荒々しくなっていく。よりそうですね、染色もより黒くなっていったりですとか、色味も変わってですね、糸質ももっと繊維の短いものになるので、よりザラザラ感が増してっていう。ちょうどここにこれが4号ですよね。1945、もっと、対戦末期っていうでこうやってですよねって触った時点で、やっぱりこれとも触り心地全然違いますね。これと比べちゃうと割と上品に感じてしまうかもしれないですけども、でもそうですね、単体で触ると、裏なんか触ってもよくわかるんですけど、かなりごっつい感じにはなってますね。これが 14.25 オンスの生地になってるわけですか。そうですね。でこの黒バックル1942モデル特有のですね。ここですね。真っ黒でもなければ、なんていうんですかね、ちょっとこうメタリックブラックな感じで、ここもなかなか苦労してるんですね。まだこれは完成形ではない状態。もうちょっと詰めます。そうですか。でこちらのまだコインポケットの部分も、またリベットもついたままついてる、1942というところで全部残ってるわけですね、これが。であとこちらの隠しリベットが専用の鉄リベットになったというところ。明らかに違うリベットがついてますね、これ。でコンシールなので表見えないんですけれども、ちょっと試し打ちしたものがあるんで、用意しますね。リベット後ろ側しか見えてないわけですね、隠しリベット。でこちらなんですけども、この上の4つはここで打たれてるリベットです。このポケットなんかで使ってる、外から見えるリベットということですね、これ。ここが。でこの真ん中の4つ、これはさっきの3741モデルで使ってた隠しリベットの部分で使ってたリベットですね。1941年とか、これより前のモデルでは、隠しリベットは
これはどういうことになってんですか？同じパーツなんですけれども、はい、このまま使ってしまうと、はい、ポケットが飛び出してしまうので、この突起の部分ですね。はい、それをわざわざ叩いて潰している状態なんですね。なんか物は全く同じ材料なんですけども、はい、形状が異なるという。じゃあここだけはリベットを打った後に叩き潰してたというのがこの真ん中の列。はい。でこの1942モデルからは、こちらのいわゆる UFO 型のリベット。色も随分なんか変わってますよね。はい。まあ銅のパーツは使えないといっても、メッキまではできてたので、で銅メッキ、鉄の銅メッキ。こっちは純粋な銅。で、これは鉄が、ベースで銅メッキをしていると。こういった感じで。表も裏も。他のはどうなんですか？銅なんでつかないんですね。1942になると磁石に引き寄せられるリベットになったという鉄ということですね、これが。でこちら側は、こうやれば見えるんですけど、この反対側っていうのは普段見えないんですが、見えないですね。こういった形状のリベットが滑らかな、まさに UFO な感じで作られてたわけですね。全然違うわけですね、こんなに。そうですね。ただ工程としてはかなり楽になったと思います。潰す時間もないですし。この隠しリベットの形状っていうのは、対戦モデル以降もこれって残っていくんですか？こっちは。1965年にこの隠しリベットっていうディティールはなくなるんですけども、その間にいくつか形状は変わるんですけども、しばらくこれは使われてました。で50年代に入るとまた違ったリベットが登場してっていう。そうなんですね。裏側もこういった丸みがあるものではなくて、もうちょっとエッジの効いたものになったり。だから割とそうですね、採用期間は短いんでレアなパーツとは言えますね。このクリッとこうした裏側が特徴なわけですね。あと42モデルの特徴としては、このボタン裏も通常はニッケル色なんですけども、ここにも銅メッキがかかってたりですとか。確かに。先ほど鉄リベットということで、このポケットリベッツっていうここの部分と、1942のコピーライトの年号、このシュガーケーンのフラッシャーも、きちんとそこの、リベット表現に関しては気を使っているということなんですね。いや、こんな小さいね、パーツこんなもんですよ。こんなパーツでもすごいいろいろストーリーがあって、作るのも大変でね、面白いですね。ジーンズってだからすごいですよね。ただこれまだセカンドサンプルです。そうまだちょっと冷たいところがいっぱいあるんで、バックルなんかも完成したらまたちょっと見ていただいて。これでバックルが完成形じゃないということですからね、そこで驚きです私は。いや今後もじゃあまだまだちょっと説明するところが増えると思うんで、よろしくお願いしますね。ここから、まだ1945もそうなんですありますからね、全然違うわけですよね、それはそれで。もう全く楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。